美味しそうって言ったらあれなんでしょうけど、めちゃくちゃレアですね。もしかしたらもつ鍋ってパン工事ここで実際にサンプルを作って、仕上げまで行っている形になります。型取り、着色、盛り付け、すべてを行う場所になりますね。これがゾルっていうこの原料になります。これをオーブンで焼くことによってこの食品サンプルの形にしていきます。こちらで型取りを行っているんですが、はい、本物にシリコン型をかけて型を作る精に樹脂を注いで取ることによって見本と同じものが完成できます。これは型から出した状態。そうです。今型から出しました。まだあっさりしてますね。色そうですね。一応油と身の色とですね。これをベースに焼き色と煮た色とかをつけていきます。ここで着色を、はい、ものすごい数のこの色がありますね。具材ごとに結構色を用意してて、もちろんこのまま使うこともあるし、この色に少し色を足したりとか混ぜたりとかして使うこともよくあります。これかぼちゃです。かぼちゃ。はい。この時点だったらもうあんまりわからないですね。このかぼちゃだと煮たかぼちゃなので、中心の方が煮てだんだんオレンジ色になっていくので、はい、ここの部分はオレンジ色に着色する。で、これは皮を剥いているかぼちゃなので、この部分に皮の緑色を少し薄くなったかぼちゃの緑色の皮の部分があるって感じで、この黄色からさらに2色を吹き付けて本物のかぼちゃに似せていきます。なんかそういう、アイデアっつったらあれですけど、はい、どうやったらその本物に近づくかなんか、これなんか皆さんに共有してるものなんですか？教わったことを共有していることももちろんありますけど、一番大事なのはちゃんと本物を観察して本物がどういった色をしているのか、どういった成り立ちでそういう料理になっているのかとしっかり観察して分析すること、それが大事です。そういう知識があればどんな色で型を取ったらいいか、何色で何回着色すればいいかっていうのはおのずと分かるようになります。私が今15年ぐらいです。あ、そうですか。はい。僕も中途入社なんですけど、はい、前の職も営業してて、はい、営業自体は好きで、はい、食は結構興味があったんで、うまいもの食べたいしみたいなのはあったんで、じゃあっていうことで、言葉が合ってるかどうかは分かりませんけど、本物よりうまそうに作る。うわ、うまそうってパッと見で思っていただけるかどうかがもうサンプル勝負なので、なんか置いてからえらい忙しくなったよとか、客増えたよとか、あのメニューよう出ることになったよとか、それでやっと初めてお客さんとに信頼してもらえるというか、出した瞬間、わーって言って、結構お店のそのアルバイトさんとかスタッフさんが集まってきて、すごいみたいな、その時が一番やっぱり嬉しい時かな。別に作るのは僕じゃないんですけど、なんかあたかも自分が作ったかのようにすごいでしょみたいなことは言いますけど。岩崎サンプルの古川と申します。お願いします。
置く場所っていうのはどちらを場所はもう入りディスプレイというかサンプルがあるとすごく分かりやすいかなというもうこれだけのボリュームのもんですよとあると頼みやすいというそういうことですよね。はい人参とかは肉もそうですねでちょっとどっかちょっとバランスよく、今これではいこれぐらいねこれでいいんやないでもうちょっと作られます締めたらこっちもそうですさっきにしてもらったコップ締めますありがとうございました。じゃあまだはいお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。5点あるけんでライスはもうあそこに茶碗があるけど普通の白飯やけんちょっと太めない豚骨にしちゃうんで鹿児島ラーメンやけん
感じですね。はい。
スープを注ぐ前の段階で、ある程度スープを注いだらこれぐらいの見え方になるだろうっていうのはもう頭の中でイメージした上で盛り付けを行ってます。スープを注いだ後少し調整も行うんですけど、ちょっとだけ本物よりも透明度を下げてます。っていうのは本物だと油って自然分離するんで油って分かりやすいんですけど、サンプル上油って結構分かりづらくなっちゃうので、あえてスープを少し曇らせることによって油を表現した時によりそれが目立つようにというのは意識してます。
納品行く時の気持ちってどういう感じなんですか？納品行くときは、どう並べようかなとか、いろんなこう、なんかプランニング、シミュレーションしながら行きます。あとはそれこそお客さんの反応をどうやろうみたいな。期待半分、不安半分みたいな。割れるぐらいリアルですね。まだだよ。ね、すごい。大きさとかそのね、形が違ったりするところまでを再現したの。いいっすね。いいですか。はありがとうございます。油の具合もうまそうに再現させてもらいます。なんでこれで唐揚げとか餃子のセットがいっぱい出てくれるんじゃないかなと思います。なんですか。これすごいな。唐揚げうまそう。卵がやばい。本当にトロトロっぽい。箸のところ。どうでした？いやほっとしましたよ。よかったです。でも喜んでいただけて。すいません。いただきます。あ、美味しい。うまい、めっちゃうまいです。仕事で満足してご飯に満足するっていうか最高の流れですね。ありがとうございました。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。見た人が美味しそうだな、食べたいなって言ってお店にちゃんと入ってきてくれるようなサンプルを目指して作るのが食品サンプルに求められることだと思ってます。第一に食べ物が好きで、やっぱり食べ物が好きな人っていうのはお客様が求めてるものって多分一番イメージできてると思うので、食べ物が大好きな人がやっぱり僕はいいと思いますね。食品サンプル作る人はものづくりする人間なんで、ずっと自分が満足するものって作れないけど、それでも毎回毎回努力した結果がしっかり形になるのが僕は大好きです。次もちゃんといいもの作れるようにって自分の中で覚悟してやってるようにします。